動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日もバンブの飲みの市からスタートです。年末年始にかけて2週間のクリスマス休暇があるので、1月上旬はお休みのスタンドも多いです。早朝は暗くて懐中電灯を使っている方もいらっしゃいました。サルグミーヌです。バックスタンプも美しいですね。バックスタンプにはウィッツ・シュナイダー社と書かれてありました。リモージュのアビランドでしょうか。私もいくつか持っている可愛らしいシリーズです。少しだけいつものお気に入りスタンドです。サルグミーヌのルイ15世シリーズです。今年は馬年ですね。馬の足にはめる蹄鉄は魔除けや交通安全の象徴と言われています。幸運を呼ぶラッキーアイテムとして持っている方もいらっしゃいます。この家具が欲しかったのですが、2つで160ユーロ、バラ売りはなさらないとのことなので諦めます。クレイエ・モントローのミランシリーズ。ミランとはイタリアのミラノのことかと思われます。ジュール・ベルヌの美しい本がありました。ジュール・ベルヌは冒険小説家で、代表作に80日間世界一周や海底2万里などがあります。海底2万里はアメリカで映画化されました。東京ディズニーシーに海底2万マイルとしてアトラクションがありますね。リュネビル、このシリーズの小皿は持っていますが、高さのあるお皿は持っていません。先ほどもありましたが、サルグミーヌのルイ15世シリーズ、ソーサーに小さなお菓子を乗せても良いかもしれません。こちらのシリーズ名はパンプル。パンプルとは葉と房のついたブドウの枝のことです。この日は年明けのグリーティングカードとしてお友達に送るアンティークカードを探しに来ました。50 cents, 2 for 1 year. See that? この中にアクセサリーを入れたら開けるときワクワクするかなと思いました。ショワジールロアです。バックスタンプが1800年代後半から1900年代初頭に使われていたものなので、1894年ロフツ同盟の記念プレートのようです。
Ça coûte combien, monsieur? Ça coûte pour moi 20 € pièce. D'accord. 30 les deux si vous voulez. Merci. ショーケースの中にはじっくり見たいものが詰まっています。ロンウィーのミニョンシリーズ、いつも素敵だなと思っているシリーズで、いつか購入できたら嬉しいです。卵型の入れ物も可愛いなと思っています。ジアンのポンパドールシリーズです。とても好みの雰囲気です。トワルドジュイの生地でしょうか。この椅子も気になります。イギリス製の食器のようです。バックスタンプは1800年代後半から1900年代初頭に使われていたと思われるものです。次の飲みの市へ移動します。ナシオン駅下車12区と20区の境にある番線の広場のフリーマーケットに来ました。グレイウェイモントローのリノットシリーズの大皿がありました。サルグミンヌフロールシリーズです。100年を超えたアンティークです。親戚のおばにこれは何に使うのですかと写真を見せて後で聞いてみたら鍋敷きとして使うそうです。残念ながらひびが入っていますが綺麗な絵柄だなと思いました。馬年だからでしょうか。馬のオブジェが目につきます。曲線の装飾がある鏡、素敵ですね。犬が飛び出してきそうな作り、面白いです。ガラスのグラデーションが綺麗だなと思いました。昔チョコレートが入っていたようですね。缶も魅力的な収集アイテムです。バドンビレのキャニスターを発見です。蓋がないしこのサイズだけなのかなと残念に思っていると、少し離れたところに違うサイズのキャニスターがありました。ブロカントのプロの人は整った状態で販売なさることが多いけれど、一般の方のフリーマーケットではこのように同じシリーズのものでも
離れたところで売られていることがあります。欲しいものがあったら他にもないかじっくりと見てくださいね。カナダにあるケベックのプレートがありました。ケベックの公用語はフランス語です。何度も行ったことがあるシャトゥーの飲みの市会場がアレグリアの会場となっていました。アレグリアはカナダ・ケベックを拠点とするシルク・ドゥ・ソレイユのエンターテインメントショーです。残念ながら動画撮影が NG だったので写真だけですが迫力のあるショーを楽しめました。20年以上前に日本でシルク・ドゥ・ソレイユの名前を知った時は英語のシルク、絹かなと思ったのですが、フランス語でサーカスのことをシフクと発音します。ソレイユは太陽なのでシルク・ドゥ・ソレイユで太陽のサーカスという意味になります。記念に少しだけお土産を購入しました。バンプの飲みの市ではリモージュボックスを購入しました。何度も撮影していますが、実はリモージュボックスを購入するのは初めてです。使い道が限られているし、食器より高いものが多いのに、ハマったら際限なく収集してしまいそうで、怖くて購入を控えていました。日本へのお土産用に卵型の入れ物も購入しました。ジアンのポンパドールシリーズ。ポンパドールと聞いて真っ先に思い浮かべるのはショワジール・ロワのポンパドールシリーズです。でもこのジアンのポンパドールシリーズもとても好きな絵柄の雰囲気です。シリーズ名の由来かと思われるのはルイ15世の愛称だったポンパドール夫人です。ポンパドール夫人は母親からあらゆる分野の教育を受け、才色兼備な女性だったようです。エリゼ宮の食器を作るセーブル窯は、このポンパドール夫人によって王立窯となりました。彼女がいなかったら、もしかしたら数々の美しい食器が生まれなかったかもしれませんね。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。マイペースな動画配信ですが、また次回も見ていただけたら嬉しいです。